こんばんは、はるけです。今回は値段別最高の LB 戦車値になります。チープ、ミディアム、エリートと3つの価格帯に分けてそれぞれ紹介をしていければなというふうに思います。値段が安ければコスパの戦車値として紹介はできますし、値段が高かったとしても、その値段の価値っていうのは十分にある戦車値なので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。じゃあそれでは、早速紹介をしていきます。まずはチープですね。10万以内の、戦車値は、こちらになってます。金のテオエルナンデス。そしてウィンターワイルドカードイスマイリー。そしてフットセンチュリオンズビラーギ。そして同じくフットセンチュリオンズギュンター。そして金のメンディという風な感じになってます。金のね、テオに関しては、まだいけるかなという風に思います。若干ちょっと厳しくはなってきてますけど、まだ金の選手は思えないぐらいいけるかなという風には思います。なんで特に初心者の方は、金手を全然ありかなという風に思いますし、守備能力以上に守備値を、守備能力以上に守備のこう力っていうのを感じれるような選手ですし、スピードもね、あるので、今ね、ずっとやってて金の手をっていうのはなかなか難しいかもしれないんですけど、普通に初心者の方にはおすすめできる、かなというふうに思います。で、そしてイスマイリーですね。それこそリーグワンの LB っていうのはヌーノ・メンデスぐらいしか、いないんですけど、その中でイスマイリーっていうのも、ちょっと候補として、出てきました。ウィンターワイルドカードで、値段はね、非常に安いので、全然おすすめかなというふうに思います。ヌーノメデス、黒とかだったら黒よりはイスマイリーの方が、値段も込みで考えてもおすすめにはなるかなというふうには思いますし、こういったもある程度、スピードがあって、持ち運ぶこともね、若干はできるので、普通におすすめかなというふうに思いますね。ブラジルっていうこともちょっといいポイントだったりするというふうに思います。で、そして、フットセンチュリオンズ、ビラーギですね。ビラーギそれこそ能力はかなり高くて、フットセンチュリオンの中では、そんなには使われてきてないような選手かなっていう、相手にいること多分、一回も見たことないんちゃうかなっていう思うんですけど、能力的にはかなり高くなって出てきてて、普通に、やっぱセリエのね、左サイドバックは手を一択みたいなとこはあるんですけど、金手をよりかはビラーギの方が全然いいと思います。なんで、そこはちょっとまた難しいところでは、あるんですけど、ビラーギ、普通に値段以上の価値っていうのはあると思います。強さっていうのはあると、思いますし、守備力も高くて、非常にパスもドリブルも、できるような選手にはなるので、セリエスカットの方は、普通におすすめできるような左サイドバックにはなるかなというふうに思います。で、そして、ギュンターですね。ブンデスの LB なんですけど、やっぱね、またね、ブンデスの LB っていう風になっても、アルフォンソ・デイビス一択みたいな、感じにはなるので、その中でそこまでね、相手にいることっていうのは少ないんですけど、それでも、このギュンターもめちゃくちゃいい能力はしてますし、値段以上の強さっていうのは感じると思います。身長がそこまでなかったりしますし、スピードもね、あんまり速くはない。87も速いんですけど、左サイドバックを務めるにしては、ちょっと若干物足りないので、やっぱスピードで追い抜いていかれるシーンっていうのは、若干はあるんですけど、それでもピタッと相手についてれば、こう、負けないっていうような力もある程度持ってるので、値段は、安いですし、買いやすいので、おすすめにはなってくるかなというふうに思います。ですからそこまでこう期待しすぎるような選手ではないのかなというふうな感じですね。でそして金のメンディです。メンディもね、金なんですけど、いけなくもないかな、まだいけなくもないかなっていうふうな感じです。金のね、この2人は、初心者の方への、おすすめっていうふうな感じですね。まだいけなくはないかなっていうようなところで、やっぱ逆足号っていうのは変わらないですし、やっぱ守備のところで取りきれないなっていう風な場面は出てくると思います。やっぱ相手の能力強くて弾かれてしまったりとかっていうのはあるんですけど、まだまだ全然こう金のカードとは思えないぐらいのパフォーマンスっていうのはしてくれると思いますし、金だからしょうがないなって思うことをできるので、全然いけるかな。ちょっと若干いけるかなという風な感じです。で、おすすめには上がります。
そして、ミディアム10万から50万以内の、選手はこちらになってます。TOTW テオ・エルナンデス、そしてウィンターワイルドカードロバートソン、そして、TOTY 特別賞アルフォンソ・デイビス、そしてプライムじゃない、ベースアイコンのマルディーニ、そして TOTY 特別賞カンセロという風な感じになってます。まあ TOTW 黒のねテオ・エルナンデスなんですけど、まあ今でも普通に通用を、します。普通に強い。もうマジで全然やれるという風な感じですね。結構個人的には黒と金は変わったかなというふうには思うんですけど、まあ黒は、強かったなというふうな感じですね。まあ普通にやっぱり守備能力以上にね、やっぱ強さ感じますし、フィジカルで負けないっていうのがやっぱり守備の選手としてまずいいですね。普通にやっぱグッと相手の前に入ることできれば、やっぱりしっかり取ってくれますし、若干ドリブル重たいかなっていう風な思う時はあるんですけど、まあそれでもまだまだ黒でも十分強いっていう風な感じですね。で、そして、ウィンターワイルドカード、ロバートソン。ロバートソンもしかすると50万以上いってるかもしれないですね。ちょっと値段が上がってどうなってるかっていうような感じなんですけど、まあロバートソンも非常におすすめができるような、選手にはなってます。まあプレミアでね、LB っていう風になると、まあ、そこまでこうめっちゃ競争率高いっていう風な感じではないんですけど、まあそれでもリバプールっていうようなところでリバプールの特需がバンバン来るとロバートソンも一緒にちょっと上がっていくのかなという風には思いますし、まあ個人的にはねスキルが5じゃなくて逆足5だったらより良かったなという風には思うんですけど、やっぱそこの逆足ですかね。気にするべきところは逆足なので、やっぱ2なので、できるだけこう右足で蹴らないように注意っていうのは必要かなというふうに思います。他は普通に、ある程度完璧かなっていうふうに思いますし、スピードもあってっていうふうな選手になるので、全然強いかなっていうような感じですね。でそしてアルフォンソ・デイビスですね。まあ、えぐいですね。個人的には、やっぱり強いような選手で、まあ、この人も守備位置以上にこう対人の強さっていうのを感じる選手ですね。まあ、たまにね、もちろん能力がそこまでないので、あそこ足出してくれへんねやとか、ちょっとぼーっと見てるなとか、っていうのはあるんですけど、それでもね、やっぱりね、めっちゃ強いんですよね。めっちゃ強い。まあ、本当にブンデスで一番強い LB かなというふうに思いますし、まあ、全体で見てもかなりこう上位に来るぐらいの力っていうのは持ってます。この人を、まあ、LB にすると、まあ、テオとかとも同様ですけど、この人を左サイドバックにすると、やっぱそっから崩されるシーンっていうのは少なくなります。なんで、やっぱそこで強い選手っていうのは、偉大だなというふうに感じますし、デイビスちょっとね、ブンデスなんで、まあ、バイエルンの選手がいないと、かなりスカッと組み込むのは難しいんですけど、まあそれでも、個人的にはかなり好きな、選手で、まあ使って、良かったなというふうに感じますし、かなりおすすめですね。非常にスピードも速いので、持ち運ぶっていう使い方もできますし、追いつくっていう使い方もできるので、そのスピードがあれば。なんで本当攻守にわたって、使えるなという風な選手で、まあ攻撃に出ていっても脅威を与えれるような、選手にはなってるので、まあ、非常におすすめですね。でそして、ベースのアイコンですかね、マルディーニ。まあ SBC 自体終わったんですけど、値段的には、ここの50万以内には入ってくるので、まあ紹介なんですけど、まあLB というよりかはセンターバックとして使うのがいいかなというふうには、個人的には感じます。まあですけど LB でも全然いいかなっていうふうに思いますし、LB で使うんだったらやっぱ守備戦というか、守備的なキャラクターの選手として使うのがいいのかなというふうな感じですね。まあ非常にこの人もフィジカルはないんですけど、対人能力が非常に高くて、まあ、しっかり取り切ることも、できますし、やっぱマルディーニってベースでもやっぱマルディーニなので、やっぱマルディーニ自身が強い、ゲームにはなっているので、非常にベースでも、おすすめかなというふうには思いますね。若干ドリブルとかは重たかったりはするので、そこは注意なんですけど、まあ守備に関しては、まだまだしっかり取り切れるような、力は持っていますね。
そして TOTY 特別賞カンセロですね。RB でも紹介を、した選手ではあるんですけど、この人の本職登録ポジションは LB なので、LB でという風なところで、非常に強いような、選手にはなってます。両足蹴れますし、逆語ではないんですけど、それでも、非常にパス能力が高いので、逆足で出した時でも自分はほぼズレを感じないですね。ビルドアップにほんと長けてるような選手、かつね、対人もね、普通に強いんですよね。この人はね、唯一守備の選手でフィジカルがなくてもめっちゃ強いやんって思えるような選手なので、やっぱフィジカルがない選手はどうしてもね、体で負けてしまったりとかっていうのはあるんですけど、カンセルの場合はね、それがほぼないかなっていう風に、思います。でかい選手がバーンって正面からぶつかってきても、なんかしっかり取ってくれるというか、ボディバランスとかもいいのか、ちょっとそういうのが関係してるのかわからないんですけど、なんか本当にしっかり取ってくれるなという風な印象。で、先ほど言った通り、そういう攻撃のビルドアップ面でも、ズレとか、邪魔になることなく、むしろ加速させてくれるっていう風な感じの選手にはなるので、本当にサイドバックとして贅沢な選手、にはなるかなという風に思います。本当にこの人も攻守にわたって、活躍ができるような、選手かなという風な感じですね。ちょっとまた、今シーズン、今作の中でまたバイエルンでの特集っていうのを期待したいなという風に思います。でそして最後ですね、エリート、50万以上の、選手はこちらになります。TOTY のテオエルなんです。そしてウィンターワイルドカードメンディ、そしてワールドカップヒーローの、カプデビラですね。TOTY のテオエルなんです。最強ですね。最強。3人挙げたんですけど、一緒にみんなおすすめではあるんですけど、一番、今の環境の中では強いと思います。テオリなんですが、TOTY のこの Y のテオリなんですが一番強いと、いうふうには思います。なんですけど、一応他にもやっぱこの2人もかなりおすすめではあるので、紹介をしたというふうな感じはあるんですけど、本当に TOTY ということで何でもできますね。ケミゼロでも、もう本当に蹂躙できると思います。もう無双できるっていう風なぐらいの選手にはなるので、対人能力、もちろんね、金からテオレンスはすごかったんですけど、そこにより強さが、増して、フィジカルでも負けない。さらにそういう風な選手がスピードも、やっぱカンスト近く、いってるので、非常にやっぱり強さっていうのはありますね。で、かつね、ドリブルだったりとか、もう軽く、なってるので、本当に何でもできるような左サイドバックっていう風な感じ。もうどれも全てが最高クラスの、選手っていう風な感じですね。でそして LB メンディですね。ウィンターワールドカード。この人も LB なんですけど、非常にこの人もおすすめっていう風な感じですね。チープでもね、紹介をしたんですけど、そこからまた能力が上がってっていう風なところで、メンディもかなり、値段が、カブデビラとメンディに関しては、かなり能力が上がって、100万近く、90万近くになってるような選手なんですけど、メンディやっぱり強いっていう風なところですね。今でも十分に通用しますし、ケミ合わせっていう風なところだけではなくて、強さっていうのも兼ね備えているような選手にはなるので、スピード、ね、この人も95あって、守備の能力はね、低いんですけど、なぜか取ってくれるっていうのはこの人もあるので、で、かつやっぱり逆足5だったりとか、しますし、ビルドアップでも邪魔しないっていう風なところ、もう万能型っていう風な感じの選手。なので、非常にメンディもおすすめかなという風な感じ。ちょっと値段高いんですけどね、おすすめっていうような感じですね。そして、カプデビラですね。世界大会では、この人が一番 LB では使われてる頻度は高いかなというふうに思います。自分はね、あまりカプデビラっていう風な選手知らないんですけど、それでも、非常にやっぱ相手にいて強いなというふうに感じます。みんな多分カプデビラ使ってるんじゃないかなっていうふうに思いますし、守備能力非常に高くなってて、スピードもあるような選手にはなります。あとはドリブルもね、ある程度できるので、持ち運ぶことも、できるっていう風な選手ですね。で、やっぱりね、カプデビラはね、今作、この、普通のね、ヒーローのカプデビラ、いたんですけど、このね、ワールドカップヒーローのね、カプデビラになってから、本当に別人ですね。それこそ世界大会の期間があったんですけど、そこまでは全く、このワールドカップヒーローのカプデビラ出るまでは全く見なかったんですよね、カプデビラ。
でも、ワールドカップヒーロー、このバージョンのカプデビラが出てきた瞬間、もう世界大会の LB、もうほんと一色にカプデビラっていうのはなったんで、ほんと別人レベルにやっぱヒーローとは、強さが違うので、まあそこで、まあやっぱりね、トップレベルの人たちも、まあ、認める強さっていう風なのもあるのかなという風には感じますね。まあ非常にカプデビラも、おすすめができるような、選手。まあちょっと値段こういうのも高くなって80万以上とかになっちゃったんですけど、まあ全然おすすめはできるような強さがあるような、LB かなという風な感じですね。まあ、っていう感じで、これが値段別、最高の LB の、選手たちっていう風な感じになります。まあ、また、中盤以降ですかね、やりたいなという風に思うので、少しでも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。